こんにちは、ミルです。今日は日常生活を日本語で一緒に朝ごはんを作りましょう。納豆ご飯を作ります。まずしゃもじでご飯をすくってよそいます。これぐらい。はい。そうしたら次は納豆。これね、納豆のここにね、矢印があります。ここから開けられますよっていうことなので、ここから開けます。よっ、あここで割れました。こっちはここに開け口って書いてありました。こっちからの方が良かったのかな。こっちは綺麗に開きました。はい。で、私はいつもね、この点線、切り取り線、切り取り線で切り離して、これをね、ゴミ受けにします。まずタレとからしを取って、フィルムを剥がします。これね、だいたいこうやって納豆が一粒二粒くっついちゃうんですよね。難しい。はい。糸をくるくるくるっとやって切ります。で、さっきのね、ここにフィルムを置きます。そうしたら、からしを入れます。これもね、矢印が3つあって、ここどこからでも切れますよっていうことなので切ります。ほら。で、ニューッと出します。ゴミが落ちましたはい。そうしたら菜箸、ちょっとね、長いお箸、料理をするときに使うお箸、菜箸と言います。菜箸で混ぜます。これね、昔私の学生って変な言い方ですけど、学生が納豆をね、美味しく食べるためにこう右に50回、そして左に50回混ぜるといいっていうのを聞いたみたいで、実際にやってみたんですって。そしたら、先生すごく美味しく食べれましたって言ってました。なので、もし納豆が苦手な方がいたらぜひやってみてください。右に50回、左に50回で、ご飯にのせますよ。はい。ご飯のね、私はちょっと端っこと言いますか、真ん中ではなくてちょっと寄せます。これもね、くるくるってやって糸を引きます。こんな感じ。ちょっとね、穴を開けときます。そうしたら次、卵は白身だけ使います。ここにね、ガラス容器があるんですが、蓋を開けてガラス容器に白身を入れて、黄身だけご飯にのせます。まずトントントンして、ここのね、ひび割れたところに爪を引っ掛けてパカッと。でね、白身だけガラス容器に入れます。こう右左ってこう殻にね、これ卵の殻っていうんですけど、殻にこう黄身を入れながら白身を取って、そして丼のね、ご飯のところにそーっとのせるんですよ。ほら、美味しそう。そうしたら白身は冷蔵庫に入れて他のお料理に使います。じゃあ次はちょっと場所寄せよう。次はね、しそです。日本のハーブ。これよくお刺身についているね、いい香りのしそっぱ、しその葉っていうんですが、私はしそっぱって言ってます。このね、しそっぱと納豆が美味しいんですよ。まずくる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 っと
くるくるくると巻いて細く切っていきますね。見えない。はい。あくるくるしたのが戻っちゃいました。で、端から切ってこれをねほぐします。そうするとほらこういう感じで細く切れました。これをのせます。美味しそう。もう美味しそう。はい。で最後は梅干しです。じゃん。蓋を回して開けて、これね昔前に梅の雨というポッドキャストでお話ししたんですが、毎年作っているんですよ。手作りの梅干しです。美味しそう。これをこれをご飯にのせます。いやー美味しそうです。そうしたら蓋を閉めてまた片しておきます。で最後に私はお醤油をかけます。蓋を開けて納豆にかけたり卵にちょっとかけたりします。いや美味しそう。できました。はい、テーブルに持ってきました。これはねマイクですこういう感じです。お箸とこれはねお箸置きです。お箸置きにお箸を置いて持ってきました。美味しそう。ではいただきます。で私は納豆はこう全部混ぜるんではなくて少しずつね食べるのが好きなんです。味変を楽しむために納豆は納豆、梅干し、卵、しそとね分けておきました。味変というのは味の変化を楽しむということです。例えばね卵の黄身を崩してこのとろーんとしたところと納豆を食べたり、あとは納豆だけを食べたり、梅干しと納豆とかしそと納豆とか、あとは納豆がついていないご飯だけとか、こうやって味の変化を楽しむのが好きで、味変が好きでこうやっていつも食べています。ということで今日は日常生活を日本語で朝ごはんを一緒に作ろう納豆編でした。じゃあバイバイ。これからいただきます。こんにちは、ミルです。今日は日常生活を日本語で一緒に朝ごはんを作りましょう。納豆ご飯を作ります。まずしゃもじでご飯をすくってよそいます。これぐらい。はい。そうしたら次は納豆。これね納豆のここにね矢印があります。ここから開けられますよっていうことなのでここから開けます。よっあここで割れました。こっちはここに開け口って書いてありました。こっちからの方が良かったのかな。こっちは綺麗に開きました。はい。で私はいつもねこの点線切り取り線切り取り線で切り離してこれをねゴミ受けにします。まずタレとからしを取ってフィルムを剥がします。こ
これね、だいたいこうやって納豆が1粒2粒くっついちゃうんですよね。難しい。えいえいほ、はい、糸をくるくるくるっとやって切ります。で、さっきのね、ここにフィルムを置きます。そうしたらからしを入れます。これもね、矢印が3つあって、ここどこからでも切れますよっていうことなので切ります。ほら、でニューっと出します。あ、ゴミが落ちましたはい、そうしたら菜箸、ちょっとね長いお箸、料理をするときに使うお箸、菜箸と言います。菜箸で混ぜます。これね、昔私の学生って変な言い方ですけど、学生が納豆をね美味しく食べるためにこう右に50回、そして左に50回混ぜるといいっていうのを聞いたみたいで、実際にやってみたんですって。そしたら先生すごく美味しく食べれましたって言ってました。なので、もし納豆が苦手な方がいたらぜひやってみてください。右に50回、左に50回はいで、ご飯にのせますよ。はい、ご飯のね、私はちょっと端っこと言いますか、真ん中ではなくてちょっと寄せます。これもね、くるくるってやって糸を引きます。こんな感じ。ちょっとね、穴を開けときます。そうしたら次、卵は白身だけ使います。ここにね、ガラス容器があるんですが、蓋を開けてガラス容器に白身を入れて、黄身だけご飯にのせます。まずトントントンして、ここのね、ひび割れたところに爪を引っ掛けてパカッと、でね、白身だけガラス容器に入れます。こう右左ってこう殻にね、これ卵の殻っていうんですけど、殻にこう黄身を入れながら白身を取って、そして丼のね、ご飯のところにそーっとのせるんですよ。ほら、美味しそう。そうしたら白身は冷蔵庫に入れて他のお料理に使います。じゃあ次はちょっと場所寄せよう。次はね、しそです。日本のハーブ。これよくお刺身についているね、いい香りのしそっぱ、しその葉っていうんですが、私はしそっぱって言ってます。このね、しそっぱと納豆が美味しいんですよ。まずくる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 っとくるくるくると巻いて、細く切っていきますね。見えない。はい。あくるくるしたのが戻っちゃいました。で、端から切って、これをね、ほぐします。そうすると、ほら、こういう感じで細く切れました。これをのせます。美味しそう。もう美味しそう。はい。で、最後は梅干しです。じゃん。蓋を回して開けて、これね、昔前に梅の雨というポッドキャストでお話ししたんですが、毎年作っているんですよ。手作りの梅干しです。美味しそう。これをこれをご飯にのせます。
いやー、美味しそうです。そしたら蓋を閉めてまた片しておきます。で、最後に私はお醤油をかけます。蓋を開けて納豆にかけたり卵にちょっとかけたりします。いや、美味しそう。できました。はい、テーブルに持ってきました。これはね、マイクですこういう感じです。お箸と、これはね、お箸置きです。お箸置きにお箸を置いて持ってきました。美味しそう。では、いただきます。で、私は納豆はこう全部混ぜるんではなくて、少しずつね、食べるのが好きなんです。味変を楽しむために、納豆は納豆、梅干し、卵、しそとね、分けておきました。味変というのは、味の変化を楽しむということです。例えばね、卵の黄身を崩してこのとろーんとしたところと納豆を食べたり、あとは納豆だけを食べたり、梅干しと納豆とかしそと納豆とか、あとは納豆がついていないご飯だけとか、こうやって味の変化を楽しむのが好きで、味変が好きで、こうやっていつも食べています。ということで今日は日常生活を日本語で朝ごはんを一緒に作ろう、納豆編でした。じゃあバイバイ。これからいただきます。